この動画は過去動画の再放送です。途中紹介されている別動画は、現在アップされていないものもあり、リンク切れしている場合がありますが、ゆっくり再アップしていきますのでお待ちくださいね。それではご覧ください。こんにちは、斉藤直樹です。今日も気まぐれ添削やっていきたいと思います。今日の作品はこちら。とてもね、セクシーなイラストですよね。カミユさんの作品で、タイトルはリーグオブレジェンドの波。斉藤直樹先生、こんにちは。自分の好きなキャラクターの新しいスキンがとても可愛かったため絵を描きました。私の絵は90年代の絵に近く、最近の絵に寄せるために絵柄変更中で、その中でも自分的に可愛く描けた一枚になったと思います。ですが SNS 上では私の作品はいいねがあまりもらえません。過去10もいかないぐらい自分の絵に魅力がないのかなというふうに思います。私は Twitter 等で安価にてアイコンを描かせていただいたりしておりますが、自分の絵に自信がありません。どうしたら流行りのような絵になり、魅力のある絵が描けるようになるでしょうか。斉藤直樹先生の動画を拝見して少し塗り方は良くなったのですが、まだ影の塗り方や肌の質感、丸み等がうまく表現できていないのかなと思うのと、ぼかしの入れどころなどもいまいちよくわからないので教えていただけると嬉しいです。またどうしたらこの絵が評価される絵になるのか教えてください。とのことです。いや、まずですね、魅力がないなんてとんでもないです。はっきり言っちゃっていいですか？カミユさんの描いたこの子の顔、リーグオブレジェンドのナミちゃんということなんですが、めちゃくちゃ可愛いと思います。最高です。いやもう、ほんと冗談抜きで僕めっちゃ好きですよ、この顔。皆さんもそう思いますよね。もともとね、絵柄が90年代風ということですが、そこに関しても、絵柄が古いっていうのは悪いことだけじゃなくて、キャッチーな絵柄という風にも言い換えることができるので、あまりね、気にしすぎない方がいいと思います。いやー、ほんと可愛い。こんなね、可愛い印象を描くことができるわけですから、カミユさんは何も恥じることはありません。まずは大きく自信を持ってください。すごい。でもね、じゃあなんで10いいねしかもらえないんだよっていう風に神尾さんは思うかもしれません。でも多分それはですね、この絵が出力不足な感じがあるからだと僕は思います。みんなにね、その良さがいまいち伝わりきっていない。だからいいね数が上がらないと思うんです。じゃあどうやって絵の出力不足を補って良さを見ている人に伝える力にするのかっていうとですね、これはいろいろな解決法があるんですが、今日僕が神尾さんにご提案したいのは、絵をリッチに見せるという解決方法です。この絵ですね、ちょっとあっさりしすぎてるんですよね。あっさりしているので魅力が伝わりにくい部分があって、それでみんなに良さが伝わりきっていない。そういう風に僕は感じました。でもですね、この絵は少しリッチな表現にしてあげることで、神ユさんの絵の魅力を伝わりやすくすることができると思うんです。なので今回のテーマは、絵をリッチに見せるためのテクニックについてです。添削を通して順番にお伝えしていきますね。それでは早速、行ってみましょう。まず最初に全体的な印象をリッチにしていくやり方をお見せしていきましょう。まずはこうですね。はい、こんな感じです。ちょっとですね、顔と体と杖が全部向きが前で揃ってしまったので、これだと絵的にリッチになりにくいです。顔と腕との角度を違えてあげたり、ひねりを加えてあげることでですね、絵全体の印象をリッチにすることができます。はい、杖の方向を直したので、腕のつながりがちょっと途切れてしまいましたよね。ここを調整します。はい、こんな感じ。あとはですね、体の S 字ラインを強調して、ボリュームアップ、さらにリッチな感じを追加していきましょう。やってみます。
はい、胸とお尻のアウトラインをこう S 字にくねらせることによって柔らかな印象とボリューム感を強調することができちゃいます。そしてシルエットの部分でもう一つ印象をリッチにすることができるパーツがありますよ。どこだかわかりますか？そうです、髪の毛ですよね。髪の毛をもうちょっとふわーっと遊ばせてシルエットに面白みを追加していってみましょう。やってみます。はい、まだ途中ですけどね、こんな感じでふわっと遊ばせてみました。シルエットがね、大きくなることによってちょっとリッチな感じに見えますよね。続きやっていきます。はい、こんな感じです。髪の毛って結構印象が変えられる部分なので、少し何かね、ボリュームが足りないなっていう風に思ったらですね、特に髪の毛が長いキャラクターについては、こんな風に髪の毛のシルエットを調整してあげることで、絵にリッチさを加えることができると思います。試してみてください。さあ、シルエット周りはこんな感じで、次は中身について調整していきたいと思います。まず、襟元です。特にね、このスカーフがちょっと硬いような気がするので、もう少しふわっと広げてあげてもいいかもしれません。はい。そしたらですね、少し下に降りてきて、胸周りの鎧と布の部分も調整していきましょう。さっきね、体をひねったので、無理がある部分もちょっと出てきてしまいましたよね。この部分の辻褄を合わせていきますね。はい、こんな感じです。次は腰回りについても同じです。ここも自然につなげていきますね。はい、こんな感じ。形の修正についてはこれで大丈夫でしょう。次は陰影の調整をしていきます。そしてここが絵にリッチ感をもたらす上で最も重要なポイントです。絵をリッチにしたい時はですね、実はこういったパッと明るい肌、こういうね、明るい肌だとライトな印象になってしまうことが多いです。絵をリッチに見せたい時はですね、キャラクターを少しワントーン下げて暗く落としてあげて陰影を強調してあげるとよりリッチな表現に見えることが多いです。早速やってみましょう。はい、こんな感じです。まずはね、キャラクター全体をワントーン落としてみました。さらに陰影を強調していきましょう。まずは体の部分の陰影を強調していきますね。やってみます。はい。そしたら今度は杖の部分ですね。同じようにリッチな陰影を追加していきます。
はい、こんな感じ。ここで最初と見比べてみましょうか。ほら。ほら。ね。体のひねり、そして陰影の調整だけで、ちょっとリッチな感じになったような感じがしますよね。絵があっさりすぎたなーっていう風に思った時は、今のようなポイントについて修正してみてください。きっとね、絵をリッチにすることができると思います。さて次です。次は、顔です。さっきもね、ベタ褒めしたぐらい、カミユさんの絵は、顔がもう完璧です。もう超可愛い。最高。でもね、いまいち見る人に魅力が伝わりきっていないとしたら、原因はやっぱりあっさりしすぎな部分にあるように思います。でもね、バランスは完璧に整っているので、基本的には形を直さずとも大丈夫。ちょっとお化粧をしてあげるだけで、この絵はもっと魅力的になるはずです。例えばですね、まつげ、アップにしてみるとわかると思うんですが、はい、このまつげですね。ここはボケ足のないブラシで、はっきりと、パッキリと書いてありますよね。これだと、どことなく乾いたような印象になってしまって、リッチな表現になりにくい場合があります。少しですね、ボケ足がついたようなブラシを使って、滑らかにしてあげても綺麗になるかもしれません。こんな風に。はい、こんな感じです。結構微妙な違いですけどね、切り替えてみると違いはわかるのではないでしょうか。次に目の中身、黒目についてですね、ここについてもハイライトや反射光を入れて、よりリッチに見えるように調整を施していきましょう。はい、どうでしょうか。なんとなくキラキラした印象がアップして目に力がこもった感じがすると思います。次に眉毛ですね。ここについても今ですね、はっきりと線が描かれていますが、もう少しぼやかして肌になじませてあげても見栄えが良くなるかもしれません。やってみます。はい、こんな感じですね。これと、これ。これと、これ。わかりますかね？これ結構細かい違いなんですが、こっちはちょっと漫画調に感じますよね。で、こっちは少しリアルな印象に近づいた感じがします。ちょっと微妙な違いなんですが、こんな調整もありだと思います。あと少しこれは好みの部分もありますが、ほっぺたをもう少しだけ赤みを足しても存在感が増すような気がしますね。まあね、元々のキャラクターを見てみると、こういう丸顔のキャラクターではなくて、シュッとしたキリッとした顔立ちのキャラクターではあるので、まあ元々ね、印象は少し違うんですが、そこはカミユさんのアレンジなので、カミユさんの顔に合わせて印象を作っていきますね。はい、こんな感じ。そしてキャラクターの部分の最後の仕上げとして前髪とサイドヘアですね。この部分の密度感をアップさせることでよりキャラクターをリッチに見せることができます。細かい部分なんですがやってみましょう。はい、前髪はキャラクターの印象を大きく左右する部分なので、なおさらこの部分の密度を上げてあげることは重要だと思います。さあ、キャラを整え終わりました。今の段階で見比べてみると、ほら、ほら、ね、前よりも印象がリッチになりましたよね。そしてここから最後の仕上げです。最初非表示にしてしまいましたが、杖から出ているこのエフェクト。このエフェクトを調整して、イラストのリッチ感をさらに際立たせていきましょう。やってみます。
はい、白いエフェクトを書きました。これにちょっとぼかしを追加してあげると、さらに感じが出るかもしれませんね。はい、1枚コピーして、フィルターのぼかしガウスですね。これで少しぼかしてみると、はい、こんな感じ。はい、すごくね、エフェクト感が出たと思います。そしたら、今描いた白い光よりも、もうちょっとぼやけた光を赤色で追加してみましょうか。やってみます。はい、ハードライトレイヤーを使って周りにも1段階ぼやけた光を追加してみました。こんな風にエフェクトにも2段階見え方の違うものを作ってあげると奥行きが生まれて絵がリッチに見えるようになりますよね。あとはそうですね、背景がワントーンなのでこの部分にグラデーションを加えてあげるとさらに印象が良くなると思います。このキャラクター、このイラストでは見えませんが下半身が人魚のキャラクターなんですよね。なので背景は水中であっても印象が合うと思うので水中のイメージで背景を調整していきましょうか。こうです。はい、上の部分を少し明るくして水面から光が差し込んでくるようなイメージにしてみました。手前にも泡を追加していきましょうか。やってみます。はい、こんな風に泡を追加してあげても部分的に密度感がアップするので絵をリッチに見せるための手助けをしてくれちゃいますね。そして最後の仕上げ、全体のトーンをハードライトレイヤーで調整します。はい、こんな感じ。今回の添削は以上となります。並べて比較してみましょう。右がビフォー、左がアフターです。こんな風に変化しました。いかがでしょうか。顔のね、可愛さは最初から全然変わってないんですが、全体のリッチ感が一段階アップしたのではないでしょうか。どうでしょう。今回の添削では絵をリッチに見せるためにはどうすればいいのか解説してきました。まずははじめにキャラクターの調整の部分では S 字ライン、このね S 字ラインを意識しながらキャラクターの体のひねり、ボリュームを調整してあげること、そして全体のトーンを一段階暗くして陰影を強調することでキャラクターの印象をリッチにすることができるというお話をしました。そして次に背景ですね。背景はワントーンではなくてグラデーションを追加して顔周りの印象をより際立たせること、そしてエフェクトや泡などを使って画面に奥行きを持たせるためのポイントをお伝えしてきました。いかがだったでしょうか。また今回と少し印象が異なりますが、色をたくさん使ったのにカラフルな印象に見えずにリッチな見栄えにならないというイラストを添削した動画、気まぐれ添削65もおすすめです。興味がある方はこちらも合わせてチェックしてみてくださいね。それでは最後にあのコーナー、気まぐれじゃんけんのコーナーです。いきますよ。準備はいいですか？気まぐれじゃんけんじゃんけんポン。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。ということで再放送をお届けしました。いかがだったでしょうか？新チャンネルのチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。